はい、皆さんこんにちは。今日はですね、仮面ライダー01第31話ご覧いただきましてありがとうございました。今週、桑井勇の変身がね、新しいものになってましたね。初変身が第29話。で、30話も変身したわけなんですけどね、こう、弾をバーンバーンと受け止めて変身してたわけです、今まで。第29話では、今まで怒りで変身してた桑井勇が、怒りに身を任せて変身するっていうよりは、夢に向かって踏み出したと。そういうのがね、象徴的に現れてる、こう、歩きながらの変身。弾が来ても、受け入れて、今まで弾き返してたものをね、受け入れながら変身するという。それはそれで、素晴らしい変身だった。自分で言うのもなんですけど、これはね僕が考えたっていうわけでもないんですよ。で、素晴らしい変身だったわけなんですけども、第30話もねユアと対峙しつつ見つめ合いつつの変身で受け止めながら変身、これも良かったわけなんですけどね、実はですよ、僕が考えてた変身っていうのがありまして、これがね結構考えたんですよ。今までシューティングウルフでは帰ってきた弾丸をパンチしてこう変身したわけですよ。左ストレートね。でパンチングコングでは飛んできた弾丸を裏剣で弾いて変身したわけです。これもねいろいろ僕なりに考えがあるんですよ。これとこれで差別化したいっていうのももちろんあるし、こうやってやることによってね、パンチングコングってすごい腕が太いんですよ。その腕をねやっぱり目立たせたいというのもあって裏剣にした。ほんだらここがガシャーンってついた時にものすごい腕がついたっていう感じになるでしょ。そういうのがいいなとか思ったりしながら考えて、ちょうどいいやんってなって裏剣にしたりとかしてきたわけなんですよ。でアサルトウルフの時もこれまたいろいろ考えて、燃えたぎる怒りをどう表現しようかなと、帰ってきた弾をこう握りつぶすというね考えたわけなんですよ。正直アサルトウルフもこれ自分の中ではよう考えたなと思ったんですけど、これランページそれ超えるもん考えたいなってずっと思ってたんですよ。それでね結構長い間僕考えてたんですよ、どうしたらいいかなって。で結構早い段階からね後ろ回し蹴りっていう考えはあったんですよ。でもどっかちゃうなっていうのがずっとあって、後ろ回し蹴りするだけっていうのも違うなと。それでねある日ふと思いついたのが、じゃあパンチして後ろ回し蹴りしようと。英語のランページっていう意味がね暴れ回るっていう意味なんですよ。でちょうどね殴って蹴ってってやってたらもう暴れ回ってる感じもあるし、でもねランページバルカンっていうのがどういう仮面ライダーなのかっていうのを考えた時に、僕は最初ランページバルカンっていう仮面ライダーになるっていうことを先に分かったんですよ。そのどういう風な話の流れでランページバルカンになるかっていう知る前に、先にランページバルカンっていう仮面ライダーになるってことを知ってたんですね。だからその意味から考えて暴れ回る感じがいいかなとか思ってたんですけど、殴りと蹴りのコンボでいこうと思いついて、そっからね多分ねなんかねもうちょっとよく覚えてないねんけど、どういう経路でこの考えに至ったかっていうのは。でも最終的にやっぱりウルフコングは自分の中では特別だと、今までそのねやってきたわけなんで、仮面ライダーバルカンシューティングウルフ、仮面ライダーバルカンパンチングコングってやってきたわけじゃないですか。そのウルフとコングっていうのは、ウルフとコングの弾丸っていうのは不破勇にとっても特別じゃないですか。他の、ホーネットとかサソリとかマンモスとかいっぱい来てますけど、それよりはやっぱり自分の弾丸なわけじゃないですか。それはねやっぱりこれとこれで殴って、で後のねプログライ好きは全部回し蹴りでバーンと蹴るっていう、それが思いついてこれだなって僕は思ってたんですよ。でもね後ろ回し蹴りなんかそんなもん普段やりながら生きないじゃないですか。僕別に武道とかやってきたわけじゃないし、後ろ回し蹴りなんかね普段やらないから、これ練習せなあかんなと。だから変身ポーズがどんなポーズになるかわからない段階から現場に行っては後ろ回し蹴りしてたんですよ。中にはねアクション部の方とかがそれ見て、どうしたの突然くるくる後ろ回し蹴り合間にね後ろ回し蹴りしてくれてどういうことみたいになってたらしいんですけど、でもねアクション監督の方にも相談しつつ、それで変身ポーズそれ決定になるかわからんけど、でももしなった時にねできないっていうのはまずいから、練習だけはしといたらみたいな感じで言われてたんで、もう本当に練習したんですよ。でもそれを考えてた時にそこまで話の流れっていうのが分かってなかったっていうのもあって、初変身と2回目の変身の時は変身シークエンスになってたんですね。ヘイシリちゃうねん。で3回目はこのやつやったわけなんですよ。そういうことが裏であったんですね。はい、この辺までやったら言うても大丈夫でしょう。その変身シークエンスの話はこんぐらいにしてね、本編の方ではユアとの関係今後どうなっていくんでしょうね、みんな思ってることでしょう。それでね次回の32話33話と巨匠ですね、田崎監督が担当してくれたんですよ。次の32話33話、これがねもう本当にね裏話も話し出したらキリがないですよ。どこまで話せるかっていうところなんですけど、もうねほんといろんな相談を親身に聞いてくださって感謝しかないんですよね本当に。でね終わった後監督にも言っていただいたんですが、楽しかったと言っていただいたんですよ。これね僕も本当に楽しく撮影させていただきました。もう皆さんがねこの32話33話でどんな反応されるかも今からも本当に楽しみなんですよ。
で実際僕もまだ見てないから、もちろん僕が芝居したわけなんですけど、見てないからね、本当見るのも楽しみだし、振り返ってみると本当に楽しかった。幸せなことですよね。僕自身放送が楽しみなんで、皆さんも僕と一緒に32話そして33話ね、楽しみにしてください。必ずや楽しんでいただけると思いますよ。もう魂込めてやってます。ぜひとも見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。下に通知ボタンもあるので、よかったらポチッとしておいてください。それではね、バイバーイ。